馬はね、こう首が来て、ここがこうポコってなってるんだけど、ここのとこが気孔っていう場所なんだよね。このねサラブレッドとかはね、この気孔でね、体高って言ってこの高さを測るんだよね。ここで高さ測るんだけど、ミニチュアホースはここで測ります。ここで背高になるんだよね。体高じゃなくてね、背高になるので、背中の一番低いところで測るんですよ。この高さ 83.7 センチ以下だよ、ミニチュアホースは。むーちゃんは何センチ？眠そうだね。どうしたボン？ボンはポニーだよって。ミニチュアホースよりちょっと大きめ。何センチあるかな？この間測ったら90ぐらいだったっけ？さあ、むーちゃんに来てもらいました。むーちゃんは足が短いミニチュアホースです。ちょっとこの辺雪どかしたよ。むーちゃんの足埋まるからさ、見えないだろうかなと思って。大型犬くらいになるのかな。大型犬よりちょっと大きいぐらいなのかな。むーちゃんはこれでもう成馬なので19歳、今年20歳かなうちの牧場では一番ね年上ですよ。おお、そうだよって結構ね気は強いですよ、むーちゃんも。こう見えてでね、体の作りなんだけど、見てこの可愛らしい足。作りがね馬と一緒ってことで、じゃあね人間と比較してみましょう。でね、むーちゃんのここがね、言うよ、ここがって言ってはいはいはい、触るよむーちゃん、はい、ここが前膝ね。でここからこう足生えてるんだけど、この生えてるとこのここにこう曲げ伸ばしするこう関節があるでしょ。ここが、肘です。ここが肘、肩がここにあって肘がここにこう膝があります。そして肝があって臼節があって隠れちゃってるけど爪がありますってね。そしてね、このね面白いことに人間でいう、肘がここにあるんだよね。肘で、人間の肘ってこれですよ。これ肘で、肘がここにあるってことはさ、こっからがもうこの人間の肘の手までの部分がもうこっからもうここまでってことだから、要は肘の次の関節ってここですよ。手首。この前膝からこの下の部分がこの手の部分になるんだよね、人間の。これがねちょっとね初めて聞いた時と思ったけど、この爪っていうこの部分ですね。この部分がなんかね中指らしいです。人間の中指なんかね、真っ黒かな。こうだね、こういう風に立ってる。でこう中指で立ってて、でこの膝の部分がここ。すごくないです？指っていう指を取り払って、草食動物だから馬って天敵から身を守るためというか、逃げ足早くいっぱいこう走れるように無駄なところ全部省いて中指だけになったみたいな感じで言われてるらしいですよ。じゃんこの全部いらないもの省いたけど逃げ足めっちゃ遅い。で
今度これ後ろ足なんですけど、ここがね後膝、ここ関節ですよ。じゃあちょっと上げてみて、むちゃ後ろ足上げるの嫌なのよ。むちゃちょっと上げてみて、ここでこうやって曲がるよって、こねこう曲がるんだよって、こういう風にしますって。はい、ごめんね、はいよ。ここがこううにゅんってなってこうなってるんだけど、これが非接。サラブレッドとか見るとより分かりやすいです。で同じように吸節があってつなぎがあって爪っていう風になってるんですけど、ここが膝ですよ。膝、人間でいう膝がここにある。そしてこの非接はじゃあかかとですよ。こうなってんの、そして指で立ってるっていう感じ、すごいですよね。つま先立ちでこう歩いてる感じなのかな。なので、ここが膝ってことはね、膝でしょ。この辺が弁慶の泣きどころ、この辺がちょっとダメージ食らう場所、人間で言うとそしてこの辺ふくらはぎ、じゃあなんかいつもお尻かいてあげるとかって言ってるこの辺太ももかな。そうなってこない？お尻かきとかってこの太ももなのかもしれないよ。ここもしかしたらさ太ももっていう感じで、ちょっと人間と比べれば結構面白い。一緒って言ったら一緒なんですけど、ちょっと想像と違いません？なんとなくそう言われていればへーっていう感じで、ね、私は最初ちょっと驚きましたよ。この辺に内側にね、なんかねボコッ、なんか化石みたいなのついてる、石みたいなのがついてるんですけど、馬ってちょっとむちゃんなくない？むちゃんなくない？いやあるんですよ。この辺なんかね、膝のねこの辺かなにねボコってなんかね、ちょっとより毛でわからないんですけど、ちょっとねなんかついてる。それは嫁っていうらしくて、親指が退化したものって言われてるらしいです。おやつあげる、手伝ってくれたから、はい、ないよ、べちゃべちゃね、よだれでないこうやってさ、おやつ大好きだからさ、ないサラブレッドに比べるとだいぶコンパクトで、こうやってね、私162センチぐらいなんですけど、目線からこう見下ろすとこんな感じこんな感じ。ちっちゃいからやっぱり大きい馬に比べるともちろん力もないし、なんでねペットとして飼ったりとかもできるよっていう、意外と飼いやすいというか、力がないから結構怪我とかも本当にしない。怪我全然しないよね、むちゃね。寝てて寝返り打ってこの柵の下とかにこうなんか足入っちゃったりとかたまにあるんですよね。でもサラブレッドだったらねバタバタ暴れちゃうから、出ようとしてで結構力強いから、もう全然この柵なんて壊せるし、で要はそうやってこう無理っくりこう起きようとして力任せにやるから怪我するんですよね。よく私もちょっと経験ありますけど、怪我してましたね。なんかこう皮ベロってめくれたりとかもよくあったし、だからいやもう寝違えてたらやばいみたいな感じだけどちょ待って、舌で出んのよこれ、舌で出んのよ、むーちゃん口ちゃんと閉じないでも、むーちゃんたちはねたまにあるんですよ、寝違えてここにこうなんか入っちゃったりとかありますけど、力ないから無理ってすぐ諦めて待ってる、助けを黙って待ってる。男くん地味に寝違えてるそれじゃ立てないんじゃない？おっとだからなんかバタバタ暴れて自分で怪我したとかもないし、たまにね
音とキョロがやり合ってプロレスしてなんかちょっと歯茎から血出たとかはありますけど、それ以外の怪我ってほぼほぼないのかな。ないよね。治療なんてほとんどしたことがないっていうぐらいね、結構ね怪我も少ないし病気もそんなにねほとんどないからさ、意外と野生で生きていける。むっちゃんその辺でポリポリさ草食べてさ、多分野生で天敵に合わなければだよっていうかさ、あいしょはいなーにジョジョ、もう口ドロドロなんだからちょっとそれでジャンバーに拭ないで拭ないでもう雪解けですごいことになってるのね。なーにジョジョも草食べてきて、女子たちは全員こっちに話しましたよ。なーにってジョジョ、なーにジョジョ。こうやって見るとね、いろんな色のミニチュアホースたちがいると思うんですけど、一色の子もいればいろんな模様入ってる子もいれば様々ですよ。サラブレッドって基本的に一色じゃないですか。こういう、ポニーって模様入ってる子が結構いるので、なんか特徴的にこうなんだろうな、見分けつけやすかったりもするんですかね。この模様があることでいろんな掛け合わせでこういろんな色の子が生まれるんでしょうね。うちもだからしーちゃんはクリゲ一色ですね。しーちゃんはね。でユニはこうやって模様が入って、後ろにいるジョジョもこうやって模様入って、ユニはねここにハートのねちょっと 見づらいんですけど逆ハートの子模様入って、これお父さん譲りのね逆ハートですよ。なんかそういう遺伝的な感じの色とかもあるのかな、わからないですけどたまたまなのか。でもなんかお揃いでね可愛いですよ。バク顔にもねこういう風に模様が入ってる子もいて、バクは流星、これはねサラブレッドも流星の子は結構いるからわかるのかな。こうやってこうまっすぐこう白い線の模様が顔にあります。バクは顔だけじゃなくてこうやってね面白い子でバクの模様おしゃれでしょってこうやって模様ついてるんだけど、これもねだけど全部一つ一つ名前があるみたいでね、血統症すごいですよ。見ると一色の子とブチある子の血統症を比較すると、あれはねなんて書いてるのかもね読めないです。いいとこ見つけたね。しーちゃんすごいこそこくさ今日で結構溶けるよ。なーにしーちゃん、こっちの面綺麗だけど逆面やばいからどこで寝たの。こうやってね穏やかに草食べてますけど、性格的にはね馬そのものだからやっぱり警戒心は強いし臆病なところもあるんじゃないのかなと思いますけど、ちっちゃい時からいっぱい触ってカキカキしておやつあげてとかってやってるのでね、人に対してあんまり怖がったりとかはないのかなと思いますけど、私がねカキカキする時にしゃがんで結構やるので、もうしゃがめばその合図みたいな感じで分かってね寄ってくるのでね、喜ぶことをねいっぱいやってあげるとすごく懐いてくれると思います。久しぶりの青草にみんなかなり喜んでもう全然ね顔を上げてくれないですよ。こうやってね自由にさせてるのでお客さん来てもさ食べてばっかりで上向いてくれないってねこともねよくあるんですけど、その辺はねごめんなさいって感じでねなにしっかり調教してるってわけじゃないからなにキュマくんで汚いどうしたの。こっちの競走馬とかみたいにさ動かないで立たせてとかっていうね、そこまでねびっちり調教してるわけじゃないからさ、だから結構自由なわがままな子もいますしね、
もちろんね、なんか悪いことをしたらそれなりにさ、やっぱり上下関係を確立するのは大事だから。でも基本的には結構自由にさせているので、なんかそれも相まってか、すごくこうみんなそれぞれ性格がよくわかるっていうかね。えじゃやっぱりね、この2頭はねやんちゃですよ。今年1歳になるので、この2頭はだから男の子だしね、まあいたずらするしね、ちっちゃい子見るとね、自分の方が強いぞとかってやるんだけど、またね大人になったらさ、少しその辺も変わってくるとは思うんですけど、だから意外となんだろうな、犬に結構近いっていうか、その感情豊かなところは、まあみんな動物はそうなのかな。嫌なことは嫌ってやるしね、目じゃね嫌なことは嫌、触らないで、ね、怒るしさで、甘えたい時は甘えてさ、もう自由にさ、もう好きなようにやってるから。喧嘩して負ければ落ち込むし、もうなんか落ち込んだらね、本当にうつむいて隅っこにいてシューンとしてるから可愛らしいですよ。なんだスイ、テカテカだけど上手に歩いてるね、スイね。何カキカキかい、カキカキ、カキカキ、はい、気持ちいい。あれっちもやってほしい。この辺は子供と一緒じゃないですか。誰かやってもらってるの見ると、自分もやってほしいみたいな、全然違うことしてたのにそれやめて寄ってくるのは、なんか子供と同じかなと思うキャッちゃん、うち結構ね、いっぱい頭水の中にいるお馬さんを、1頭だけ連れて帰って、その寂しくないのかなみたいな感じで言われるんですけど、前になんかむーちゃんを連れ帰ったことがあるんですけど一頭だけで、なんかお庭にちょっとなんかラティス立ててさ、ホームセンターで売ってるそれで、なんだ男カキカキ調子に乗って、それでなんかむちゃんをねお庭に連れてったことがありますけど、むちゃんはどうしたかっていうと、懐きましためっちゃ私しかいないから、その毎日で私がこうご飯を持っていくわけですよ、毎朝。そしたらもうなんかそれが楽しみみたいな感じになってきて、でもうなんか待ってるんですよ、私をずーっとだからなんか意外と逆にね、懐きやすいのかなって、人ともう二人きりの空間っていうか、もうその人に頼っていくというかなんでね、全然ねいいと思います。一頭連れて帰るのももちろんね、可愛がってあげてねですけど、そこが大前提だけどねってジュベはね、ちょっとみんなよりもね臆病なんですよ。最初ね、本当に触れないぐらいね怖がっちゃってね、多分ね、なんか結構嫌な思い出とかがあるんでしょうね、人に対してね。そういう風にね、嫌なことされるとやっぱり嫌いになっちゃう子もいると思うんですよね。その人ってよりは多分人間自体がちょっと怖かったりとか、ちょっと嫌だなって思ったりとかっていう風な方が多いのかなと思います。中にはね、なんかこの人に触られるのが嫌っていう子もいました。なんかサラブレッドやってる時にいましたね。その人が来たらめっちゃ耳絞って、でも他の人は大丈夫みたいな子が過去にいましたけど、でもなんか見てるとやっぱり嫌なことされると人自体がもうちょっと嫌な風に取っちゃう子の方が多いのかなって思います。もうね、嫌なことってトラウマになっちゃうと結構抜けないから、なかなかさ安心して頼れないというかね、馬自体なので、やっぱりね触れ合う時は優しくしてあげて、喜ぶことたくさんしてあげると、だんだんね心を開いてくれると思います。ジューベもね、最近めっちゃお客さん触れるようになって、最初本当に触れなかったんだけど、すごい進歩だよね、ジューベ。人参とかも食べたことなかったのかなね。入ってあげてもさいやごめんジュベない入ってあげてもさ、全然怖がって寄ってこなかったけどさ、なにジュベ、未だにね触り出しはねちょっとビクビクするんだけど、でもね結構カキカキもね一応教えたし、気持ちいいことなんだよって
だからね結構カキカキ好きだよねジュウベ。この辺じゃなかったジュウベかゆいとこ。この辺脇の下。あ、ほらピンポン。見てるとね結構こう変化があるから、表情とかさ、不機嫌だったりとかいい気持ちだったりとか喜んでるとか、そういうのとかねよーく見てると分かりますよ。いろいろ知ってほしいなって。ミニチュアホースのことって。おー気持ちいいここ。気持ちいいなここです。ジュウベイさんここです。そーっと寄ってね、そーっと近づいてね、ここ書いてあげるとこうやってねやってくれるよ。ジュウベイ殿いい顔です。ねジュウベイ。そう優しくしてくださいってジュウベイ。キューマもおいで。キューマもおいで。おいで。よかったね。長いよ。もう食べたがってる。こんなとこ今もうちょっとしたら持ってく。ちょっと待ってて。はいしょ、頼んだの持ってくよ。よいしょ。ねえおいで、草あるよ。みんなで分けよう。あら。ね分かってくるんですよ。だけ意地悪しないんだよ。バクはいバク。よいしょ。あ、ジョジョも来たにゃ。ジョジョも来たにゃ。ジョジョの分かな。よいしょ。欲しい？いるの？ジョジョもいるの？ユニハ、ユニのハ、ユニのハ。いいな。何ってくさくさ。バレンタインだからかな、お客さんさ送ってきてくれたよ。ほらよかったね。クソだよ。よかったね。よいしょ。ほらご飯の分残しといた。いや箱空っぽですけど。空っぽだよ。空っぽ。早く食べたいって言ってすごい勢いでみんな言ってた。でざわ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 。ちょっと待って、みんなここに来たらさいいなね、喧嘩するからさ喧嘩するからさそんなにダメ